この間、ヤフーニュース見てたら、実家を倉庫代わりにしてるおじさんが、全国にかなりいるらしいって記事があった。ほんと、親もいい迷惑だよね。そうだな。心当たりのある、そこのあなた、処分される前に、いるものは引き取りに行きましょう。というわけで、今日は、X68000、セガ&カプコンをまとめて紹介するぜ。カプコンのタイトルは、開発、販売ともにカプコンが行っていました。セガのタイトルは例によって、電波新聞社、または、SPS の開発で、販売は電波新聞社または、シャープになっています。私の数えでは、セガが8タイトル、カプコンが5タイトルの合計13タイトルでしたが、抜けなどがありましたらお許しください。それではせーけだ発売日順ですよ。さて、今週のさなえさんは、電波新聞社、セガの体感ゲームを移植する。カプコン、X68000 に参入する。の2本でお届けするよ。最後まで見てくれないと、激おこぷんぷん丸だからね。ナンバー13、スペースハリアー。今でも、新ハードが出るたびに移植されるほど、根強い人気のある、スペースハリアー。当時、X68000 が高性能といえ、アーケードとのハードスペックの差が大きく、また、X68000 初期で成熟していない時期の移植とのこともあり、キャラクターの影や、一部、二重スクロールなどが省略されている。省略部分はあるものの、スピード感やゲーム性は素晴らしく、しばらくの間、X68000 版を超える移植は、登場しませんでした。ナンバー12、アフターバーナー2。こちらの作品も、スペースハリアーと同様、セガの体感ゲームからの移植。同じく、ゲーム性やスピード感重視のため、アーケード版に比べ、オブジェクトや演出の一部が省略されている。操作方法は、通常、マウスとキーボードで行い、通常のジョイパッドなどでは操作できない仕様になっている。当時、ウプ主は、マウスとキーボードの操作に馴染めず、遊ぶのをやめてしまったよ。ナンバー11、ファンタジーゾーン。パステルカラーで美しいグラフィックのシューティングゲーム。こちらもアーケードからの移植の有名タイトル。X68000 版は隠し要素が豊富で、中でもスペースハリアーステージが当時話題になりました。今回は簡単にですが、出現方法を解説させていただきます。まず、ステージ1が始まったら、一番右の基地を最初に破壊します。倒した時に、ドロップしたコインを取ると、どこかで聞き覚えのある音色が。続いて、ステージ2では、最初に右から2番目の基地を。ステージ3では、右から3番目を最初に。この規則性で、ステージ7まで進めていきます。左下に、ハリアーのアルファベットが揃います。これで条件達成です。あとは、このステージのボスを倒すと、スペースハリアーステージに突入です。ステージでは、おなじみの BGM やキャラが登場。出現条件の難易度がやや高めですが、遊び尽くした後のおまけとして考えれば、嬉しいファンサービスです。ナンバー10、スーパーハングオン。バイクの車体を傾けて、できるだけスピードを落とさずにコーナーを曲がるハングオンと呼ばれるテクニック。そのハングオンを世の中に認知させたセガの体感ゲームの移植版。当時、テレビのバラエティ番組のコーナーでバイクにまたがり、そばを運ぶゲームでは、本作がベースでキャラクターを変更したものが使われていました。ナンバー9、
サンダーブレード 2D 見下ろし方ステージと 3D ステージが交互に入れ替わるシューティングゲーム。何度もしつこいようですが、こちらもセガの体感ゲームからの移植。この時代はセガの体感ゲームの黄金期で、サンダーブレードに限らずあらゆるタイトルが PC や家庭用コンソールに無茶移植されました。ナンバー8、ボナンザブラザーズ。ボナンザブラザーズはコミカルなキャラクターを操作し、時間内に建物内からお宝を盗み出し脱出するゲーム。ゲーム設定では主人公は悪徳商社やインチキカジノへ盗みに入る正義の泥棒とのことです。多くの機種に移植され、メガドライブ版などでは一部ステージがカットされていましたが、X68000 版はアーケードに忠実な移植となっています。ナンバー7、コラムス。コラムスはいわゆる落ち物パズルゲーム。本作は大戦略などを手掛けるシステムソフトの開発販売で PC98 版と同じ内容でアーケードやメガドライブ版とは別物になっています。ナンバー6、エイリアンシンドローム。エイリアンシンドロームは自由スクロール型のアクションシューティングゲーム。制限時間内に囚われた仲間を全員救出するとステージのボス戦となる。余談ではありますが、X68000 版のゲームにはディスクの中に開発者の挨拶的なテキストが入っていることがあり、開発時の裏話的なことを伺い知ることができたりします。ここからはカプコンのゲームの紹介だよ。ナンバー5、ファイナルファイト。カプコンの X68000 タイトル第1弾。スーパーファミコン版では2人同時プレイや一部ステージが削除されていましたが、X68000 版ではアーケードと同様の仕様になっています。しかし、ステージによってダルなどの一部オブジェクトの省略や敵が同時に4体までといった残念な箇所もあります。当時、カプコンは若手のプログラミング技術向上のために X68000 版の開発を始めたとの雑誌の記事を読んだ覚えがあります。ナンバー4、ストライダー飛竜。ストライダー飛竜は横スクロール型のアクションゲーム。多彩なモーションや美しいグラフィックで当時話題となりました。また、大型のボスや反重力装置など演出も豊富で見ているだけでも楽しい作品になっています。X68000 版はスプライト不足で点滅が発生してしまう箇所も存在しますが、おおむね良好な移植だと思います。ナンバー3、ストリートファイター2ダッシュ。世の中に対戦型格闘ゲームのブームを巻き起こした大ヒット作品。当時、その人気は凄まじく、スト2しか置かないゲームセンターまで現れるほどでした。また、小キックや小パンチなどからの、いわゆる投げはめなどで、激横になったプレイヤーによるリアルストリートファイトもしばしば目にすることもありました。間違える、吸い込み、めくりなどの数々のスト2用語もこの当時に生み出されました。X68000 版はアーケードの完全移植版ですが、上位機種の X68030 でなければ多重 PCM 再生には対応しないようになっています。ナンバー2、大魔界村。大魔界村は大ヒットシリーズ魔界村の2作目で上下方向に攻撃が可能になったほか、魔法の鎧によるパワーアップシステムが実装されました。前作同様、難易度は高めで本作でも2周ルールが健在です。
X68000 版は、アーケード版からの完全移植となっています。ナンバー1、スーパーストリートファイター2。マイナーチェンジを繰り返してきた、ストリートファイター2の完全リニューアルバージョン。本作から新たに4人の新キャラも加わった。X68000 版ではアーケードと比較して細かな違いがあるようですが、ウプ主レベルではわかりませんでした。なお、本作はカプコン最後の作品で、X68000 最後の大型タイトルでした。以上、X68000 版のセガ&カプコンの全タイトルでした。はい、というわけで今週のさなえさんいかがでしたか？意外とタイトル数、少なかったな。カプコンは、本当に、X68000 の末期くらいから、参入したからな。それでは、また見てくださいね。んっが。